リアックでデヴィ夫人と対談した感想を聞きたいです。いやー、だからデヴィ夫人が感じてる危機感は僕もわかるんですよ。で、危機感を感じていて、怒りを持ってるのもわかるんですよ。でもその怒りのぶつけ先が、デヴィ夫人は見つけてないんですよね。で、見つけられないから、なぜか僕に向いちゃったんですよ。この状況良くないよね、なんとかしたいよねっていう怒りを持ってる人って、割と日本人でも多いと思うんですよ。僕今円安の話してるじゃないですか。なので、日本良くないよね、なんとかしたいよね、思ってる人いっぱいいます。で、僕は、この状況を日本人がより多く共有した方がいいと思ってるんですよ。なので、危機感のある情報はこうですよという事実を伝えて、これをなんとかしなければいけないよねと思う日本人が増えれば増えるほど、じゃあそれをなんとかしなきゃいけない、なんとかしろよって政府に言う、もしくはこれをなんとかしてくれる政治家を当選させるという構造になるので、現状がやばいよねというのを分かってる人が増えた方が、結果として僕は日本が良くなると思ってるんですよ。で、ただ、日本が良くないよねという情報をばらまいている、日本を下げようとしている、ひろゆきというのは悪いやつだというふうに捉えて、僕に怒りを向ける人ってたまにちょこちょこいるんですけど、ただ、今、円安になってるのは僕のせいではないんですよ。僕は事実として円安はこうですよ。で、円安傾向は止まらないですよ。何年も前に言っていて、今もそれが続いていると思うんですけど、でもそれは僕が言ったせいではないんです。事実がそうなんです。ただ、それを理解して、で、じゃあそれを続けていた自民党、公明党を何とかしなきゃいけないよねとか、自民党、公明党がそれを直せないのであれば、他の政治家に任せるとかをやらなければいけないよね。そうしないと日本は悪くなるよねというふうに僕は思ってるんですけど、残念ながらデヴィ夫人は僕に怒りをぶつけることですっきりするという短絡的な道を選んでしまったんですよね。で、僕に怒りをぶつけても、僕は政治家ではないので、一切何も日本の構造は変わらないんですよ。なので、もうちょっと長期的な話のレベルまでいければいいなと思ってたんですけど、残念ながら僕に怒りをぶつけるというレベルで、その先の話ができなくなってしまって、タイムオーバーになってしまったので、すっきりはされたと思うんですけど、ちょっと残念だなというふうには思ってます。はい。怒りを感じない人の方がまずいと思うんですよね。なんとかしなきゃいけないとすら思わない人っていうのもいるので、なので、なんとかしなければいけないというふうに思ってるデヴィ夫人の方が全然ありだと思うんですよ。だってデヴィ夫人日本人じゃないからね。そもそもだからあの議論っていうのが、日本国籍を捨てた外国人のインドネシア人の人と、日本ダメだわと思って、日本以外のところで生活の環境を作って、日本に対していろいろ言ってるっていう、外国に住んでる日本人と、外国人で日本に住んでる人の言い争いというのを、日本人が見て、ああだこうだ言ってるっていう、どうなんかねっていうね。ハーフとかじゃなくて、人種として生物学的では、両親日本人で生まれてるんですけど、日本国籍を捨ててインドネシアで大統領夫人になったので、なのでデヴィ夫人はインドネシア人であって日本人ではないです。だから多分外国人登録証とか持ってるんじゃないかな。なので移民排除だとかって言ってる人たちって移民完全に排除するとデヴィ夫人もいなくならなきゃいけないから、保守派の人で移民は全員いなくなれって言ってる人がデヴィ夫人の仲良く応援してたりして、いやいやデヴィ夫人外国人だよっていうのもあるんで、どうなんかなっていうふうに思ってるんですけど、大統領第4夫人だったかな。インドネシアのスカルノ大統領の奥さんになったので、デビスカルノっていう、本名がデビスカルノなんちゃらっていう人で、第4夫人のインドネシア人です。あと本当に申し訳ないですけど、コメントだったんですけど、デヴィ夫人だったんですけど、デヴィ夫人が上品という体で皆さん語られると思うんですけど、あの人もともとキャバ嬢っすよね。で普通キャバ嬢でインドネシアの大統領か日本に来た時に見初められて、でインドネシアのその第2だか第3だかの王女になったっていう人で、別に何らかの学歴があったりっていう形で知性を売りにしてる人ではないと思うので、だからなんでその知性とか上品っていう体で僕はデヴィ夫人が扱われるか分かんないんですよ。高田真由子さんだっけ、博士太郎さんと結婚された方、東大卒ですとか、菊池なんとかさんだっけ、菊川玲さん、東大卒の女性でモデルの人とかっていうのがちゃんといろんな勉強をして知性がある人でタレントやってますっていう人が上品っていうのは僕は全然わかるんですけど、キャバ嬢っしょっていうのが、別にキャバ嬢を否定してるわけじゃないですよ。ただ別に
上品とか知性っていうのであれば、ちゃんと勉強しますとか学歴ありますとかっていうバックグラウンドがあればいいと思うんですけど、それがない状態でなぜ上品という定義になるか分かんないんですよね。で、本当にその上品だとしたら別に芸能界行かなくねって思うんですけど、はい、すいません。すいません。はい、すいません。いろんな方面に謝ります。ごめんなさい。人の顔の認識能力が低いという前にコンタクトをしろ。ああ。だからね、ちゃんと覚えたくないんだよね、人の顔を。だってちゃんと覚えると、大抵の人はブサイクですよ。それなりに美人って言われてる人も、ちゃんと近く見たら結構あらが見えるんですよ。それよりも美人っていうフォルダに入れておいた方が、自分のためもそうだし、相手のためもそうだし、社会とか人生がいろいろうまく回ると思うんですよ。なので、人間の顔っていうのは、ちゃんと見ない方がいいんじゃないかなと僕は思っています。はい。なんだろうね。日本でさ、ハーフ系タレントってさ、美人ってよく言われるじゃん。でも、あんな顔の人って、ヨーロッパとか白人の社会行けば、そこら中にいるのよ。単にあれ、目新しくて、ちょっと日本人っぽいから、日本人でハーフタレント美人って言ってるんだけど、ちゃんと見ると、すげえ普通だよ。白人社会に全然普通にいる顔だよ。っていうことになっちゃうじゃん。だから、素直に美人っていう枠に入れといた方が、社会のためだと思うんです。はい。それよく言ってるけど、誰を見てもそう思ったの？語弊があるんで言いません。いや、日本人のタレントさん、芸能人さんも、直接会った人も何人かいらっしゃるわけで、で、やっぱ、はーんって思ってしまうんですよ。ただ、語弊があるので、皆さん美人でいいですねって思ってます。はい。ハーフが差別用語ってマジ？あ、そうなの？なんでだろう。ちゃんと見ても綺麗な人、東京にはいるよ。いや、もちろん、全然ちゃんと見て綺麗な人もいるんですよ。ただ、化粧でごまかせるし、化粧でごまかしてる人の割合も結構高いんですよ。でもほら、なんだろうな。化粧してもさ、整形しててもさ、いいじゃん、美人だったら。でも、ちゃんと見えちゃうと、そういうとこが気になっちゃうのよ。例えばさ、整形をした人って、見間違いかもしれないんだけど、顔の筋肉の動き方が微妙に違う気がするのね。結局さ、普通の人間って顔の筋肉と皮膚がこうあったら、こういう動きをするから、こういうシワの作られ方をするよねとかって目の周りとかっていうパターンとたまに違うシワのでき方をするパターンの人がいるのよ。っていう時になんとなくあれって違和感を感じるんですよ。で、それはたまたまかもしれないんだけど、なんかね、それなりに綺麗な人に多いのよ。そのパターンが。ブサイクな人でそのパターンの認識をしたことがないの。まあ、ブサイクに整形をする人ってあんまりいないんだけどさ、やっぱり整形って基本美人にしようとするじゃん。そうすると、なんか、それなりに整った顔の人に、ちょっと不自然な表情の動きをする人が混じってることが多くて、整形的な何かなのかなと想像してるんですけど、これは僕の勘違いかもしれません。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。